皆さんこんにちは、角岡のりこうです。今日のテーマはチューリップということで、早速本日の花材がこちら。はい、ということで改めまして本日の花材がこちら、チューリップですね。いやー、春ですなー。春といってもまだ1月なので、まだまだ寒い日が続いているんですけども、お花の業界ですと基本的に出回ってくる花材というのは先取りなので、もうすでにね、こういった春を代表するチューリップだったり、あとたまたま今日市場行ってきまして、そこで買ってきたチューリップなんですけど、もうその市場ではスイートピーや桜、レンギョウ、コデマリや雪柳といった春を代表するお花、たくさん並んでいましたね。1月にはもう桜が出てるというのは皆さんも結構驚きなんじゃないかな。ですので今日買ってきたこちらのチューリップも10本で1束になっていまして、基本的に市場で買ってくるお花というのはだいたい10本単位で売られていることが多いですね。今日のこちらのチューリップはここに生産どころが書いてあるんですけど、見えるかな、神戸チューリップ。きっと生産地が神戸なんでしょうね。あそこは西洋の異人館とかもあるので、おしゃれな街ですよね。なんだかチューリップがとっても似合うと言いますか。で、市場でもいろんなチューリップが並んでいまして、花の咲き方一つとっても一重咲きや八重咲き、あとは花びらがギザギザしたフリンジ咲きや、今回買ってきたものはですね、この子が一番わかりやすいかな。こんな感じで百合のような姿で咲くことから百合咲きなんて呼ばれていますね。色も赤や黄色、緑、あとはグラデーションで混ざった混色、本当にいろんな種類があったんですけど、今日はこんな感じでちょっと大人っぽい紫色の百合咲きを選んできました。で、今ここには10本あるんですけど、10本全部使うとちょっと多いので、今日はこの中から2本を使って皆さんでも簡単に挑戦できるような、そんなお花を2作品ほどご紹介していこうかなと。初心者の方でもね、明日からでもすぐに挑戦できるような、そんなテクニックや、あとは少し面白いテクニックなんかもご紹介できればなと思っていますので、最後までお楽しみいただけますと嬉しいです。で、今回2本使うんですけど、じゃあ残りの8本はというと、来週にですね、7本を使ったコリーの伝統的なチューリップのお生花を皆さんにご紹介できればなと。このチューリップのお生花というのもすごくスタイリッシュでかっこいいので、2週にわたってね、この綺麗なチューリップを使って皆さんにも春を感じていただけたら嬉しいです。ということで本日の器がこちら、100均で買ってきたマグカップ。先週はティーカップを2つ使って簡単なお花ご紹介したんですけど、そこで同じコーナーで売っていた少し模様のあるマグカップですね。今回はデザインと色がこんな感じで洋風だったので、今日いける洋花チューリップと合うかなと思って取り合わせてみました。ということで今日はこちらのマグカップとチューリップたった2本を使ってお花いけていきたいと思います。よし、それでは実際にいけていくんですけど、今この状態でこのままいけてしまうと、このようにいけたくても器の口が広いので花が倒れてきてしまう。で、中に剣山とかを入れればぐさっと刺して立つんですけど、もうこの動画を見て今日からでもチャレンジできるような、そんなテクニックをまずは一つ皆さんにご紹介できればなと。もう本当にね、簡単にできるテクニックなので、ぜひこの動画を参考にチャレンジしていただけたら嬉しいです。で、たびたび皆さんにお願いしてるんですけど、こうやってお花をきれいに生けるためのいろんなアイデアやテクニック、この動画でご紹介していますので、まだチャンネル登録がお済みでない方は、ぜひこの機会にポチッとよろしくお願いいたします。チャンネル登録や高評価、あとは皆さんからのコメントが更新する上でとっても励みになっております。で、今からご紹介するテクニックが、このチューリップの下の部分の茎ですね。この部分を使っていくんですけど、できれば太い方がいいかな。この下の茎の部分をまずはこの器の口の大きさに合うように切っていきます。で、上の花の部分はとりあえず置いておく。そしたら今ちょっと長めに切ったので、この口の部分にキュッと挟まるように長さを調整していきます。もうちょっとかな。あんまり切りすぎるとストンと下に落ちちゃうんでね。もうちょっといけるか。よし、これで今ガチッとはまるので、そしたらこの今切った茎の部分をちょうど真ん中にハサミを入れて半分に割っていく。ちょうどチューリップが挟まるぐらいの広さですかね。今日は2本なのでだいたいこのぐらいかな。そしたらこれを器の口に引っ掛けていく。なるべくしっかりと止まるように。チューリップの茎自体が柔らかいのでちょっと歪んできてはしまうんですけど、こんな感じでストーンと落ちなければ大丈夫です。これで仕掛けは完了なんですけど、今作った Y 字のこの隙間にお花をこのようにスッと挟み込んでいくことで、ちょっと画面から見切れちゃってるんですけど、こんな感じでスラッと立てることができると。これはですね、買ってきたチューリップだけでできる簡単なテクニックなので、皆さんも今回の動画を参考にぜひチャレンジしていただければなと。ということで今ご紹介したこのテクニックを使ってまずは1作目いけていきたいと思います。よし、そしたら仕掛けができたので、こちらチューリップをいけていく。
で、このまんまだと器のサイズ感と今日は2本だけというところでちょっと長いので少し短くしていきます。で、今日はこの器に対して先ほど作った仕掛けの穴がこちら側に寄ってるんですけど、そこにスッと挟み込むことでこんな感じで左に傾くような感じでいけていこうかなと思ってるんですけど、ここで一つチューリップを生ける時のポイントがありまして、チューリップの葉っぱって結構面が強いんですね。ですので、こうやって生けるのとこういう向きで生けるので全然見え方が違ってくると、このチューリップの場合だとこちら側の表情で生けてしまうと茎の動きが葉っぱの面で隠れてしまうんですけど、こちらの向きであればこの面の強い葉っぱの表がこちら側に来るのでしっかりと茎の動きが見えてくれるってことは、この器を逆にしてこうやっていければ全然問題ないんですけど、今日は中心部分にもう一輪生けようと思ってるので、どっちみちこの葉っぱは邪魔になるかなというところで、これは事前に落としておこうかなと。で、チューリップの葉っぱ落とす時にも一つポイントがありまして、このままペリペリっと剥いてってもいいんですけど、ここの葉っぱの付け根の部分にハサミを薄く切れ込み入れるんですね。太い茎を切らないように本当に薄くこんな感じでくるくるっと回すように。で、そうするとこの葉っぱの部分がペリペリっと剥けてきます。いかがですかね。こんな感じで落としてあげるとここ綺麗に切れるんでね。そしたらまずはこれを一輪生けていく。先ほど作ったこの Y 字の仕掛けの隙間にスッと挟み込むように、こんな感じですね。そしたらスラーっと立ってくれるので、本当にシンプルなお花でしたらもうこれだけでお部屋に綺麗に飾れると思うんですね。例えば玄関とかテレビの台の上とか、そんなところにこういったマグカップみたいなおしゃれな器の中から一本表情を生かしてスラッと伸びてると、それだけで空間華やかになると思うんですけど、この後お花足せば足すほど華やかになってくるので、もっと華やかにしたいなという場合はもうチューリップに3本高さに変化を出しつつ足してってあげると、よりねその空間が明るくなると思うんですけど、今日は最初にお伝えしたように2本というところで生けていこうかなということで、この2本目は1本目よりさらに短い位置で生けていくんですけど、ここでも一つポイントありまして、短くする際に適当にバツンと切るのではなくて、チューリップって茎の部分が葉っぱに巻かれるようにして伸びてるんですよね。ですのでこのなるべく葉っぱの中に包まれてる茎の部分で落としてあげると、後からこれ1枚の葉っぱとしても使えるので、そうやって丁寧に落としてあげるといいですね。2本目はもうこのぐらいの長さにしようかなと思うので、下から2番目に生えてる葉っぱのなるべく内側の部分、この辺りで1回落としてしまう。こんな感じですね。そうすると今お話したように、これ太い茎がついたまま葉っぱとして残ってるので、もちろんこの部分で落とせば2枚の葉っぱとして後から足すこともできるので、これもチューリップ生ける際結構有効的なテクニックです。とりあえずこの葉っぱを残しておいて、短くしたこの花の部分を生けていきます。そしたらこれも先ほどと同様挟み込むように生けていきます。この辺りかな。で、ちょっとこの辺り寂しいなと思ったら、先ほど落とした葉っぱが大活躍すると。これやはり2段だとちょっと大きいので、まずは1本ずつに分けていく。で、どっちを使うかなんですけど、こっちの方が幅広でこっちの方が細くてすっきりとしている。そんなところからどっちがいいのかなっていうところで選んでいきましょうか。最初の方がすっきりしてていいかな。こういう広いものが入るとよりチューリップらしくあるんですけどね。こっちの方がすっきりまとまる気はする。こんな感じかな。これでまずは1作目、チューリップたった2本でいけるちょっとしたシンプルなお花が出来上がりました。はい、いかがだったでしょうか。本当に簡単なテクニックでチューリップ綺麗に飾ることができますので、ぜひ動画を参考にチャレンジしてみてください。そしたら早速2作目、もう一つテクニックをご紹介して、1作目よりもう少し面白い作品にしていければなと。ということで、せっかくいけたのでちょっともったいないんですけど、こちらのお花は一旦リセット。はい、ということで一旦お花の方を抜いてしまいまして、1作目に使ったこの仕掛けは引き続き使っていこうかなと思うんですけど、ここでも一つポイントがありまして、1作目の時はこれを横にかけていたんですね。で、2作目は縦に使っていこうかなと思っているんですけど、これ角度の違いで何が起こるかというと、横にかけた場合、この口の広がりというのが中心よりこの持ち手の方によるので、その開いた穴に花を刺していくと、花の出てくるこの足元というのが中心より持ち手の方に寄ってくると。ですので1作目はこれを利用して、こちらの空間を生かして持ち手の部分からこちら側にスッと伸ばしたんですけど、2作目はですね、こう縦に使うことで花の刺す穴の部分が起き上がらせた時に中心になるので、そこからスッキリといけることができると。そんなところでこの角度を変えることでまたいろんな表情表現が可能になってくるので、皆さんもぜひ参考にしてみてください。
よし、そしたら2作目生けていきましょうか。で、最初にもお伝えしようかなと思ったんですけど、チューリップを生ける一つの注意点として、この葉っぱというのが割とこうスッキリしてますよね。ただこの部分が一旦カクンと折れてしまうと、まっすぐにしようと思ってももう癖がついちゃってこう倒れてきちゃうんですね。ですので生ける際はなるべくここがカクンと折れないようにスッキリと保った状態で取っておくといいんですけど、あえて2作目はこのカクンと折れる癖を使って生けていこうかなと。ということで引き続き2作目もチューリップたった2本で生けていきたいと思います。で、今お話ししたように次の作品は葉っぱを主役にしようかなと思うので、最初にご紹介したテクニック、この葉っぱの部分なるべく残しながら下の茎の部分を落としていく。こんな感じですね。こうすると3枚ついた葉っぱの部分と先端の花の部分、2種類のパーツに分けることができます。で、花はもちろん使うので取っておいて、で、この葉っぱの部分をまずはスラッと高めに生けていきます。こんな感じかな。そしたら先ほどご紹介したチューリップの葉っぱっていうのはカクンとしなる性質を生かして、こんな感じで曲げてみる。こんな感じでいかがでしょうか。そしたら来週更新の動画でちょっと残りのチューリップ使いたいので、先ほど落としたこちらの葉っぱも足していきたいと思います。これも先ほどの隙間にスッと差し込むようにして生けていく。こんな感じもありだな。あえて今入れた1枚カクンと折らないですっきりと伸ばすというのもいいですね。これだけで今器の中心部分からスラッと立ち上がった面白い表現になってるんじゃないかなと。そしたら最後に短く落としたこちらのチューリップの花二輪を生けていく。これは葉っぱは取っちゃいましょうか。まあどこに入れても構わんのだが、この辺の空間が空いてるのでそこからちらっと見えるような感じで生けていこうかな。これ後からちょっとまた調整するかもしれないんですけど、1本目はこんな感じ、もう1本も同様にで最後調整して、これで2作目、チューリップの葉っぱのちょっと面白い特性を生かしたたった2本でいけるちょっとしたモダンなお花が出来上がりました。はい、いかがだったでしょうか。来週はこちらのチューリップとこちらの竜のオブジェがついてる薄旗という器、これを使って伝統的なお花生けていきますので、引き続きお楽しみいただけますと幸いです。本日の動画が面白かった、ためになったという方はチャンネル登録や高評価をポチッとよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。